日はナスの浅漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はナスの浅漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はナスの浅漬けを作っていくんですけれども、香味野菜をたっぷり入れてとてもさっぱりとした仕上がりにしていきたいと思います。漬ける時間はたったの5分で作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、大葉、みょうが、生姜、青ネギ、塩、お醤油、お酢、お砂糖、だしの素、ごま油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずナスなんですが、今回3本使っていきます。重さで言うと約 300g なので、こちらはナスの大きさに合わせて本数は変えてください。そしてあと薬味を大葉、みょうが、生姜、こちらを入れていきます。こちらはですね、お好みなので、もし苦手なものがあれば抜いていただいても OK です。そして今回使うだしの素は昆布だしを使っていきます。こちらはお好みでかつおだしを使っていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず一番初めにね、調味料を合わせておきましょう。器にお醤油、そしてお酢、お砂糖、そしてだしの素で、こちらを合わせましょう。はい、ざっと混ぜました。そしたら一度こちら軽く電子レンジで加熱して、お酢のツンとした酸味を取り除きます。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜます。はい、OK です。これでお砂糖のシャリッという感じがなくなってれば大丈夫です。あとはね、こちら使うまで粗熱を取っておきましょう。それでは続いて薬味を切っていきます。まずはじめに大葉ですね。大葉はまずね、茎を揃えて茎を切り落とします。そしてくるくるくるっと丸めます。でこれをね、まず半分に切って、そして切り口を揃えて、そして千切りしていきます。はい、大葉の準備はこれで OK です。続いてみょうがを切っていきます。みょうがは根元の部分を少し切り落とします。あとは小口切りしていきます。はい、でそしたらね、こちらのみょうがは3分ほど水にさらして、そしてその後しっかり水を切っておきましょう。で今回ね、みょうがはこんな感じで切ったんですけれども、繊維に沿って切っていただいても OK です。続いて生姜を切っていきます。生姜はまずね、薄切りにします。今回皮付きの状態で使いますが、こちら皮をこそぎ取っていただいても大丈夫です。そしたらね、これを重ねて千切りしていきます。はい、そしてこちらの生姜もですね、水に3分ほどさらして、その後しっかりと水分を拭き取ってください。生姜の準備はこれで OK です。それでは続いてナスを切っていきます。ナスはまずヘタを切り落とします。でこのね、上についてる部分をまず取りましょう。で少しね、硬くなってる部分は包丁で削ぎ取ります。このぐらいかな。そしたらね、まずこれを半分に切ります。でこれをまた半分に切ります。でこちら側も同じように半分に切ります。ナスはね、大きさに合わせて切り方もお好みで OK です。今回私は縦長に切っていきます。そうするとナスのね、シャキシャキっとした食感を楽しむことができます。でそしたらこちらのナスをまず半分にして、でまた半分に切ります。はい、こんな感じに切りました。もしね、もっと長いナスの場合は3等分に切ってから、このように食べやすい薄さに切っていただくといいかなと思います。ではね、残りも同じように切っていきます。はい、切り終わりました。このように食べやすい大きさに切ってください。そうしましたら、こちらのナスは水にさらさずにボウルの中に入れます。でそしたらね、ここに塩を入れます。であとはね、手でギュッギュッギュッと塩もみしていきます。結構ね、力強くね、こうやって塩もみしちゃって OK です。でそうするとね、だんだんナスが柔らかくなってきます。ギュッとね、手で握るようにね、揉んでいきます。でまだね、ちょっと透明感がないんですけれども、だんだんね、ナスに透明感が出てきます。それまでしっかりね、こうギューッとね、握りながら塩もみしていきます。
今ね2分間揉み込みました。そうするとね見ていただくと分かるんですけれども、ナスに少し透明感が出てきたの分かりますかね。そしてかなりしんなりとしてます。このぐらいになるまで手揉みしてください。そうするとナスからもね水分が出てくるので、この水分を今から絞ります。こちら手に取ってギューッと絞ります。はい、OK です。このぐらいしっかりと絞ってください。そうするとねこれだけ水分が出てきます。では残りも同じように絞っていきます。はい、絞り終わりました。今ね絞っただけでこれだけ水分が出ました。こちらをねもう処分しちゃって OK です。そしたらあとはねもう和えていくだけなので簡単です。ここにまずね薬味を入れていきます。まずネギを入れます。そしてみょうが、この薬味の入れる量はお好みでね調整していただいて OK です。そしてあと生姜、大葉。ではこの中に一番初めに合わせておいた調味料を入れます。そしてごま油を加えます。そしてこちらを和えましょう。はい、このようにねしっかり調味料をなじませてください。そしたらね上にピタッとラップを貼り付けて、このまま冷蔵庫で5分漬け込みます。はい、5分経ちました。そしたらラップを取って、あとはねもう一度さっと和えて、はい、これで完成です。あとは器に盛って召し上がってください。でここにお好みで白ごまを振っていただいても OK です。これで完成です。はい、これでナスの浅漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。ナスも柔らかくなって味がしっかりと染み込んでます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。ナスの歯ごたえがあってすごく美味しいです。浅漬けって結構シンプルなんですけれども、薬味がたっぷり入ってるのですごくね味わい深い浅漬けになってます。美味しい。浅漬けなんですがしっかりと味が染み込んでます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスの浅漬けのポイントです。まずナスなんですけれども、こちらはお好みの切り方をしていただいて大丈夫です。今回私はですねちょっと歯ごたえを楽しみたかったので、食べやすい長さにして縦に切りました。そうすることでナスのねシャキシャキっとした食感を楽しむことができます。かつですねこの切り方をしていただくことで味がとても染み込みやすくなります。そしてナスを切った後なんですけれども、その後はね水にさらさずにそのまま塩もみしてください。このようにすぐ塩もみしていただくことでアクを含んだ水分を出すことができます。なので水にさらす工程は省いていただいても大丈夫です。そして塩もみする時のポイントなんですけれども、ギュッギュッギュッと揉み込むようにしてください。そうすることでしっかりナスのアクを抜くことができます。そして揉み込んだ後はしっかり水分を切らないとアクが残ってしまったりとか、あとは調味料と合わせた時に味が染み込みにくくなってさらに味も薄まってしまいます。なのでしっかりと水分を切ってから調味料と薬味と合わせるようにしてください。でこの薬味に関してなんですけれども、今回大葉とかみょうがとかいろいろ入れたんですけれども、こちらの薬味はお好みで入れてみてください。あとね少し辛くしたい時は唐辛子を入れていただいてもいいかなと思います。漬け込み時間もたった5分で OK なのでとても簡単に作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。さっぱりしてとても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスの浅漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。